はい、こんにちは。今回はベイトロックショア用のロッドについてお話をしたいと思います。今回ご紹介するロッドメーカーは MC ワークスです。MC ワークスっていうメーカーがあります。はい。これの、私はね、普段からベイト、レバードラグキャスティングリールを使って、磯からの青物釣りですねを基本、メインでやっています。青物だけじゃなくてヒラスズキであったりとか、普通のシーバスだったりとか、そういったものもやりますけども、基本的には磯からの釣りをメインにしています。今までですね、私がロッド紹介でヒラスズキ用の MC ワークスのロッドブラック&クロームで、ライト目の、ショアジギロッドストレンジブルーで、もうちょいヘビーな、ショアジギロッドやねのワイルドブレイカーっていうこのねもう3つの竿を、ご紹介してきました。で、この辺りはね、結構比較的ライトめ P45 ぐらいまでで使うような、タックルで、基本的には日帰り G 素調光でだいたい10キロクラスぐらいプラスアルファぐらいの竿を狙うような、ロッド群になります。はい、でもうちょっと詳しくはちょっとねお話ししようかなとは思うんですけど、そういったロッドたちで、それに対して今日ね紹介しようと思うのはそれよりももう一つパワーランクの上の部類 MC ワックスの中でねの、こういうレイジングブルっていうシリーズがあります。このレイジングブルシリーズをご紹介しようかなと思っています。で、前からねずっと使ってたんです、いろんなタイプを。で、なんで今紹介するかというとですね、実は私趣味でロッドを集めてました。というのが、過去に出てたレイジングブルのベイトロッドを、時間があったらちょっとね探してて、ちょっと昔のモデルとかもちょっと使ってみたいなっていうのがあったので、過去作で何個かね出てるんですよ。でそれをちょっとね可能な限りちょっと集めてで、ある程度集まりました。ちょっとね一部入手できなかったものもあるんですが、大体のねものが集められたので、ここで一気に前の昔からあるモデルから今の最新モデルまでをちょっとご紹介できればなと思っています。ベイトロッドですけどね、はい、例えばシマノとかダイワとか、結構有名どころのロッドとかっていうのはいろんな方がねYouTube とかもしくは最近は雑誌とかいうのがないので動画が多いと思うんですけど、そういうので、プロモーションビデオがあったりとか、使ってる人のレビュー動画とか、そんなのもねやっぱり結構数多くあると思うんですけど、MC ワークスっていうメーカーはそもそもその広告宣伝があんまりしない。ちょっとねたまに YouTube とかで上がったりしますけどほぼほぼないですよね。はい、なので、ロットがどんなのがあってでそれぞれのさっき言ったワイルドブレイカーとかレイジングブルーとかストレンジブルーっていうのがどういう区分けなのかっていうとかも正直あんまりホームページとかを見てもねみたいなようわからんなみたいな感じになりやすいメーカーなんじゃないかなと思ってます。なので、今回はまず触りとして MC ワークスっていうロッドメーカーっていうか、メーカーは大体どういう感じのものなのかっていうのをまず一つで、そこから今度いろんなその中でも、ジギングモデルとか、船からのキャスティングモデルとかもあるんですけど、ちょっとそこは私はノータッチで、ショアキャスティング用のロッド群が全部で4グループかなあるんですよ。で、その4グループがそれぞれどういう役割があるっていうところを軽くで、その中で、基本的には沖磯とか遠征とかで使うような、大型の魚を狙うためのロッド群とされているレイジングブルシリーズの、今回はご紹介をねしていこうかなと思ってます。何回かのね動画に分けて、そのレイジングブルシリーズの中でも、いろんなグループ分けがあったりするので、そこで、投げ比べ、負荷をかけた時の曲げ比べとか、使用感とか、あ
あとはロット重量だったりガイドセッティングだったり、そんなところの細かなところも後の方ではね、少しずつやっていこうかなと思ってますけども、今回の動画は、大枠のところだけねちょっとお話ししようと思います。はい、で、これからもしくは、こういうねベイトのこういうレバードラグを使ったような大型のねリールを使うような釣りをちょっとやってみようかなみたいな興味があるのかなっていうような方がいらっしゃったら、そういった方々のロット選びの参考になればなと思っております。で、一応ね後半の方ではちょっと予定してるのは過去作モデルは紹介するんですけど、過去作のモデルは中古でしかやっぱり、購入できなくなっちゃってるので、今現行で買えるモデルで、私が結構好きで使っているのは MC ワークスとリップルフィッシャーっていう竿がメーカーがあるので、それぞれから2つずつ、ちょっとライト寄りな2本と超ヘビーな2本っていうかなを、その MC ワークスとリップルフィッシャーでどんな感じなのかなっていうのをね最後の方はご紹介しようかなと思ってます。現行で買えるモデルで、ロット選びの参考になればなと思いますので、そこをねご紹介しようかなと思っています。はい、ではですね、まずは MC ワークスっていうメーカーが、どんなメーカーなのかっていうところをまずね軽く、触りでお話ししようかなと思います。ただ、ちょっと前もって言っておきますが、私は MC ワークスを使い始めてまだ5年ぐらいかな。なのでそこまでめちゃくちゃ詳しいわけでもないですし、昔のことに関しては、インターネットとかで調べた情報とか、お店の人の言ってたお話とか、そういうレベルでしかわからないので、そこまでね完璧に詳しくて確実な情報ではないので、そこはちょっとご了承いただければと思います。はい、分かる限りで、軽くねざっくりとお話をしようかなと思っています。はい、まず MC ワークスっていう、メーカーなんですけれども、今年で30周年ということですね。はい、30周年を迎えて、結構いわゆる大物ですね、青物とかの大物を狙うような、釣り道具を基本的には取り扱っているメーカーで、メインの商品は、ロットですよね。それ以外にも、小物とかルアージグとかね、そういったのも主力商品の一つとしてあるんですけど、一番のメインはやっぱりロットですよね。はい、これはね詳しく聞いた話なんであれなんですけど、昔はですね、この、ロット今あるロットの中で MC ワークスってちょっと変わった販売方法をしてまして何でもいいんですけど一つのロットを販売するにあたって、モデルによって多少違うんですけど、大体のやつは3つ同じ竿なのに3種類あるんですよ。ちょっと変わってるじゃないですか。他のメーカーってそんなのあんまないと思うんですけど、 MC ワークスはそういう販売方式をとってて、一つがスタンダードモデルって言われる、ちょっとあるかな、こういう感じ、いわゆる黒に、シルバーだったり白だったりの、単色というか2色の、だいたい黒ベースの、シンプルな作りをした竿っていうのが、スタンダードモデルっていうのがあります。で、そこから少しこう派手なカラーリングをしたこういうね赤金色の文字だったり、こういうねちょっとこうメタルパーツがちょっとさっきのシルバーとかから変わってきてたり、こういうね帯というかここのネームが入ってる部分が色がついてたりとかで、こういうガイドのスレッドもちょっと派手だったりとか、こういうモデルがあります。これがスペシャルモデルっていうのがあります。でスペシャルモデルの中にはこういうのだけじゃなくて、これは私が昔使ってたスピニング、今は全然使ってないんですけどスピニングモデルなんですけど、スピニングモデルのこういうね、スペシャルモデルとかはこういうねコルクグリップタイプとかも存在したりします。こんなんだとね結構超ロングコルクストレートグリップでめっちゃかっこいいですよね。私これが最初気に入って買いました。はい、こんなのもあったりします。で、あともう一つでその2つ
スペシャルモデルとスタンダードモデルっていうのは、MC ワークスのまあ言ったらその社内で作ってるんじゃなくて、外部工場に委託して、ロットを作ってます。まああんまり詳しい話はしないですが、大体のロットメーカーって言われてもそのブランクスを実際にこう焼いてね作って自社窯っていうとかってよく言いますけど、まあ、そういうのを持ってるメーカーっていうのは、まあ、あんまり多くなくて、まあ、そのブランクスっていうこのそもそものこの、まあ、いわゆる棒というかね棒の部分を焼いてるメーカーっていうのは限られてるんですけど、まあ、そこから、まあ、それぞれのメーカーによっては、そこで全部そのまあ、デザインとかはこのメーカーがしてでこの焼いてくれるその、要はブランクスを作れるメーカーっていうのは限られているので、まあ、そこに依頼をして、まあ、作ってもらうというようなのが、まあちょっと小規模なメーカーだったりとか自社窯を持ってないメーカーのロットっていうのは基本的にはそういう感じになると思います。で革を持ってるメーカーがすごく良くてそうじゃないところはまあ、いわゆる OEM とかって言ったりもしますけど、ダメとかそんなことはね全然ないと思ってます。要はロットっていうのは、設計とかでどういうふうな、思想のもとその差を作るかっていうところに、その味というか、まあ、そういうのがあるので別にね自社窯で作ってないからダメだとかそんなことはねないと私は思ってます。はい、でまあその外部委託をするんですけどスタンダードモデルを委託するところとスペシャルモデルをまあこれもいいかスペシャルモデルを委託するところは、違うみたいです。で作り方も少し違うらしくてもともとのこのブランクスは多分ね同じなんかなと思うんですけど、まあ、その後のこの組み立てとかね、いろいろロットっていうのは、手作業での工程が結構あるんですけど、まあ、そこを、まあ大きな工場でまたこう流れ作業の中で作っていくっていう、まあ、シンプルなデザインのものを作っていくっていう、まあ、量産モデルですよねっていうのがまあ基本的なスタンダードモデルでそこから少しデザインを凝らしたりとかあとまあこれはホームページとかにも書いてますけどこれねガイドの上とかこういったところにコーティングをねしてるんですよ透明の。でこういうのが、エポキシコートとかって言うんですけど、まあ、これが、スタンダードモデルっていう一番ノーマルタイプとこのスペシャルモデルっていうのでは使ってるものが違います。で、こっちの方がより対衝撃性とか、そういったものに強くてクラックとかが入りにくいとか、まあ、そういうようなものちょっと高級なねまあ、いった材料を使って、組み上げているっていうのが、このスペシャルモデルの特徴になります。で価格差はだいたいまあ、昭和ロットでだいたい税別で言ったら2000円程度かなと思いますので結構見た目の派手さの割には値段差っていうのはそんなにないのかなと思います。はいまあ、税別価格でいうと例えばねレイジングブルの100の XR1 っていう、すごく昔からある、一番ド定番のロットがあるんですけどそれが、まあ、スピニングモデルの話ですけどスタンダードモデルが5万8000円スペシャルモデルになると2000円アップの6万円でもう一つあるんですけどカスタムモデルっていうのになると7万4000円っていって値段がドンって1万5000円ぐらい上がります。はい、じゃあそのカスタムモデルっていうのは何なんだというところなんですけれども2つ私あるんですけど、まあ、とりあえず1個ね分かりやすいのがカスタムモデルっていうのは、まあ、こんな感じのやつなんですけど見た目ねそんなにさっきと変わらないと思いますこれはね。で、カスタムモデルは一つ特徴的なのは、まあ、これはねつけてもつけなくてもいいんですけどこのエンジェルマークって言って要はここにこの天使のマークが入ってるやつこれは、カスタムモデルにしか入ってないです。でこれとかあとエンジェルマークって言ってもこんな感じのマークのものとかもあったりします。これもカスタムモデルです。でまあ別にこれだけが、見分けるあれじゃなくてすごく派手にしたりとかもしくはすごくシックにしたりとかそんなのもいろいろあるんでカスタムモデルはただパッと見ただけでは見分けはつかないかもしれないです。はい、で、カスタムモデルっていうのは完全受注生産の、オーダーメイドロットっていう認識でいいと思います。はい、
なんで今までのさっきのねスタンダードモデルとかスペシャルモデルっていうのは、スペシャルモデルのデザインに関しても要はその MC ワークスが、今回発売するやつはこんな感じで色出すよみたいな感じで、出したやつがまた全国展開というか、お店価格ねダイレクトディーラーっていうところとかに主に卸されるのかな。そうね、お店にカクカク行くわけですよ。でもカスタムモデルっていうのはその、ね、ダイレクトディーラーっていう、正規取扱店ですよね。そこから注文をするときにオーダーするんです。私はこのグリップはこの色で、グリップの形状はこんな形状で、ここにこういうマークを入れたい、もしくは自分の名前を入れたいとか、そのロゴの、筆記はこんな感じのなんて言うんだろう、書式で書いてほしいとかで、ここの色はこんなんでとか、そういうのここにで例えばここに、アワビのこういうねリングのやつを巻いてほしいとか、そういうのがもうこのロットの色もこれ黒ですけど、これをもう真っ赤にしてほしいとか、そういうのもできます。はい。そんなのもちょっとカタログとかにもね載ってたりするんですけど、プラス1ね金額払うので、その分いろんなことができたりします。ここにも書いてますけど、カスタムロットだったらこういうのをどういうの選びますかとか、あとねここにも載ってますけど、こんな感じでね色こんなんどうです、どんなんがいいですかとか、グリップの形状どういうのがいいですかとか、グリップエンドとか色をどんなんしますかとか、あとはガイドの種類とかも選べるタイプもあるみたいです。全部が選べるかどうか知らないんですけど、とか、あとこういうね化粧巻きって言って、こんなやつ、こんなのを巻いてほしいとか、こんなんもう自分でこっちでデザインするからこういう風に巻いてほしいとか、そういうのもできるみたいですよ。はい。こういうのはだいぶこうオーダーの中でも、スペシャルプログラムみたいな感じでだいぶね時間もかかるみたいなんですけど、で大体注文してから今さっきねちょっとホームページ見たんですけど、ショアロットだと大体12ヶ月ぐらいかかるみたいです。それはねこう注文数が多ければ伸びますし、少なければちょっと短くなるとは思うんですけど、そんな感じですね。オーダーしてからしばらくかかります。で、さっきね、外部に委託して作ってもらうっていう話をしたんですけど、カスタムロットに関しては MC ワークスの、職人さんが全部手作りで作ります。他のロットも手作りだとは思いますけど、そこのね熟練の職人さんが全部組み上げます。なんで、私が例えばオーダーしたらそのお客さんのオーダーに合わせて一本一本こういうのを組み上げていくというような感じになるので、めっちゃ時間がかかるんですよね。なので、納期がすごくかかって、オーダーメイドをするのにそのカスタムモデルを注文するのにも、確かね定員みたいなのがあって、今月の分はこんだけでもう定員になりました、じゃあ次翌月ですみたいな感じになるはずです確か。はい、なんで、そんな感じでちょっとね、完全にオーダーメイドのロットっていうのを作ることもできます。値段もちょいまた上がるんですけどね。はい、ただこの元のブランクス自身は全部共通同じロットなので、見た目とあとこの多少のこのエポキシとかの違いはありますが、基本的には同じ竿です。はい、なんで、性能分かるのに結構ね好きな方でスタンダードモデルをとりあえず買って使ってみて、本当に気に入ったモデルをカスタムをオーダーしておいて、カスタムモデルを集めていくとかで、その人はもう全部同じデザインでカスタムロットは作るみたいないうような方もいらっしゃいます。はい、で、そういう方にねちょっとお伺いすると、じゃあそうやってカスタムモデルとスタンダードモデルってやっぱ使ってたらちゃうんですかって言ったら、いや変わらんって言ってたんで、そこは本当はちゃうんかもしれんけど、ざっくりはやっぱりね見た目とか世界に1本しかない自分専用モデルを持てる所有感だったりとか、そういったところが大きいのかなとは思います。はい、
で、ただ私が例えばねこれ持ってるカスタムモデルのロットなんですけど、これじゃあ私がね自分でオーダーしたのかというと、実はねそうじゃないんですよ。ダイレクトディーラーのお店はお店ごとで、カスタムモデルを注文することもできるんですよ。なので、自分のところの例えば在庫で持ちますと。なんで私がその、釣り具屋さんだったとして、例えばこれを赤のやつと白のやつと緑のやつをこういうカラーパターンで3本注文しますって言って注文しておくと。そしたら、1年後とかにそれが仕上がって入荷すると。でそれを店頭に並べて、こんなカスタムロットでありますよって言って、お客さんがそれを見て、あこれかっこいいな、じゃあこれにしようかなって買うっていうのもあるんです。なので、これはそんな感じで、お店にいたら、在庫というかね入ったモデルを買いました。なので、カスタムモデルだからといって必ずその1年間とか1年半とか待たないといけないっていうわけじゃなくて、お店にあれば、それはでも完全に出会いになりますけど、見つけることができればそれをね即購入することはできるので、見た目のねカラーとかが、自分の好みであれば、すごくスッとね購入はできます。ただその時のタイミング次第なので、必ず自分が欲しいカラーリングが買えるとは限らないので、もしね特殊なカラーだったり特殊な形状で作ってほしいってなった場合は、待つしかないんかなと思います。はい。あと一つちょっとねその変わってるのが、ノーマルモデルとスペシャルモデルっていうのはこれね保証書がつきます。こんな感じでね。これスペシャルモデルなんで SP って書いてますけど、こんな感じで面積のついてる保証書がついてきます。外部委託モデルなので、保証をしますよと、何かがあった場合にはっていうのが、基本的なスタンスで、スペシャルモデルじゃないわカスタムモデルに関しては、自社で、組み立て検品曲げチェック等々ね全部やって、間違いないよっていうので納品するので、保証書がつきません。で保証書がつかないんですけど、じゃあ修理受け付けてくれないのかっていうとそんなことはなくて、もし何かトラブルとかがあった場合はもうこいつをね購入したところだったりダイレクトディーラーと呼ばれる、正規取扱店に持ってって、これちょっと修理したいですって言って、預けるような形になります。で、聞く話によるとその MC ワークスのロットは修理に出してから帰ってくるのがむっちゃ遅いみたいな話をね聞いたりするんですけど、それがねちょっとどうなのか分かんないんですけど、私も一度だけね修理に出したことがあるんですけど、ティップ折っちゃって、私の不注意でね竿を落としちゃったんですけど磯からもうその時は別に半年とかはかからなかったと思うんですよ。何ヶ月かは3ヶ月ぐらいはかかったと思うんですけど、それぐらいでは帰ってきたので、そのタイミングとかにもよるのかもしれないです。で、その時はティップの、ドットがパキッと折れちゃったんで、ただ全部ガイドとかもついた状態だったんで、ブランクスだけ交換して、ガイドは再使用して全部巻き直してくれて、皿のブランクスにガイドをつけた状態で、傷が入ってないガイドはね再使用っていう感じで、帰ってきたので、多分っていうか全部作り直しなんですよ。で、その大手メーカーで例えばロットパキって折れました、こういうね面積で買えますってなっても、これもね面積金額もガイドがついてますかついてませんかで値段が違うんですけど、要は大手メーカーで、ガイドを付け替えてほしいとかだったら、そのガイド付け替えになるでしょうけど、ロットバキって折れちゃったよで、面積で直そうってなったら穂先さらになってくるんですよ大体は。と思います。おそらく今まで私はシマノぐらいしかそういうの、シマノとあとどっかやったかな、あと昔アピアの竿も使ってたのでアピアの竿も修理出したことあるんですけど、修理ったって要はロット交換なんですよ。なんで別にこの送付して物見て検品して、問題があるんだったら無償交換とかに、ね、保証みたいになるけど、そうじゃなかったら普通に面積で、ロット交換ってなるんで、別にただ返ってくるだけじゃないですか。なんで別に時間かからないんですけど、
この MC ワークスっていうメーカーは基本的には修理に出したらガイドの付け替えとか、そういったのこともしますので、やっぱねその組み立て作業が入るんで、それの順番待ちとかだと時間がかかっちゃうのかななんて思ってます。勝手に思ってるだけですこれは。はい、でそういったのでちょっとね修理に出したら納期がかかるみたいな話がちょくちょく聞くんですけど、それはそういうことなのかなと勝手に思ってます。私はそんな別にめっちゃ長い期間待った記憶はないので、別にこれぐらいだったらそんなもんなんじゃないのかなって勝手に思ってます。はい、なんで、ホームページとか見たりすると、一つのモデルでね値段が3種類とかあるんで、こうやって何が違うんだろうっていうと、そういう見た目が基本的には見た目が違うという感じなんですね。はい、スタンダードモデル、スペシャルモデル、カスタムモデルってあるっていうお話をしましたが、そこからね今回30周年なんで30周年の記念モデルリミテッドエディションっていうのが出ます。それが、そういうねなんか10周年とか20周年とかなんかそういった時にも、なんかのね記念モデルみたいなのが出るんですけど、ベイトモデルはね特にそんなのが出ないので今回今までも出たことないのかもしれないんですけど、出てないのであんまりそこはね触れないでおきます。はい、あとその30周年ですけど、その初期の頃の MC ワークスのロットっていうのはなんかこれを聞いた話だけなんであんまり詳しくはわからないですけど、今のようにこのスタンダードモデルとかスペシャルモデルとかっていうのでこう出してたんじゃなくて、基本的には全部カスタムモデルみたいな感じで一本一本作ってたのが最初と聞いています。それがジギングモデルなのかキャスティングモデルなのかまでは知らないんですけど、初期はジギングモデルなのかな、なんかそんな感じでねお話を聞いたことがあります。で、その当時の、カスタムロットを作るのが、メインの、メーカーだったので MC ワークスっていうのは、メデューサカスタムワークスっていう名前のこう略語で MC ワークスっていう名前なんですけど、なんでそういうねロットをカスタムして作るのがそもそものメーカーのスタートだったのかななんて思ってます。ちなみにそのメデューサっていうのが、メデューサっていうのはなんか何やら神話で、海の神様がポセイドンなんですよ確か。で海の神様ポセイドンが愛した、女神みたいなのが確かメデューサって言ったらなんか怖いイメージあるんですけど、確かなんかそんなんだったと思うんですよ。で、要はその海に愛されるロットっていうので確かメデューサカスタムワークスっていう名前だったんじゃなかったっけ、確かだったと思います。確か、これがメデューサなのかどうかちょっと分かんないですけど、なんかそんなんだったと思います。なんで MC ワークスってどういう意味なんだろうっていうとそういう意味ですね。はい、それが多分メーカーのスタートした時のそういうのから始まっているのかなと思われます。はい、で、買うとか買わないとかっていう話で言うと、昔一時ね私が、MC ワークスのロットをちょっと求めて買おうかなって思った時とか、それよりちょっと前の時期とかっていうのはね結構ロットがあんまりこうなんて言うんだろう、流通量が少なかったのかな。なんかこうねお店とかに行ってもあんまり置いてなかったことがあったんですよ、その正規取扱店に行っても。でもここ 1,2 年とかは結構ロットブワーってねもう全種類揃ってるみたいな感じに今なってるんですよ。なんで結構潤沢にねこうロットが回ってるんで、そんなになんかこのレアなロットっていう感覚は正直ないです。はい、なんで、そういうね正規取扱店が近くにあれば結構その身近なロットとして、ただどうしてもそういうお店じゃない、量販店さんとかだとあんまり置いてない竿ではあるので、手に取る機会っていうのはちょっと少ないかもしれませんが、そこは私も地元にも1店舗あるんですけど県外、行ったらすごく置いてるお店があったりとか、あとちょっと少しね高速道路でしばらく走って2軒3軒隣に行くと、また置いてるお店あったりとかっていうのがあったりするので、そういった感じで、ね、ちょっと自分が遠出せないかんけど、そういう感じで実際にロットを触りに行くっていうことも
結構してます。はい、なんでそこはね自分から行かないと見つけれないところではありますけど、行ったらねたまたまカスタムロットのこの色かっこいいやん、じゃあこれにしようっていうのもねできたり、そういう出会いもありますし、大体のお店はオンラインショッピングも結構しているところが多いので、普通に、そこまでね、実際に物を見たい時は行かないといけないですけど、出向かなくても、ネットでね買うこともできるので、在庫状況とかその辺を見えたりするので、そこまでなんて言うんだろう、敷居が高いっていう感じはないのかなとは思います。なんか昔はねあんまり目にする機会の少ないロットでちょっとレアなロットなのかななんて勝手に思ってたんですけど、いざ実際自分が買ったりしてみるとそんなこともないかななんて思ってます。はい、今ね現行モデルであるこのレイジングブルの 104XF2 のベイトモデルって、オンラインショップやってるお店があって、そこでせっかくなんで竿を見たいなと思って行ったんですよ。で行ったら、もう売れちゃっててなかったんですけど、お店の人に言ったらこれ別に普通にメーカーに注文したら今すぐ来ますよみたいな、 2,3 日で来ますよみたいなっていう感じで普通に 2,3 日したら届いたんですよ。なんで、店舗在庫なくてももしかしたらメーカーは普通にね持ってるかもしれないので、もしねそういうのを求めている場合は、実際にねお店の人に聞いてみた方がいいと思います。はい、なんで、ただですね、このスペシャルモデルとかってこれもねスペシャルモデルなんですけどとかっていうのは、この色味でこのデザインで作るのは今回の分っていう感じで作るんですよ。で、リリースするんですよ。で次の機会に XF2 が出る時には見た目が変わって出てくることが多いです。はい、それがここの MC ワークスのちょっと面白いところで、そのスタンダードモデルのこの黒いやつっていうのは、毎回同じこのデザインでロットは出てくるわけなんです。はい、なんで、例えばシマノのコルトスナイパーとかが、何年モデルっていうのが新発売しました。でそしたらそのモデルはこういうデザインですって言ったら、そのモデルが切り替わる、次の新しいモデルに切り替わるまでずっと同じデザインじゃないですか。でも MC ワークスっていうのはスタンダードモデルはそうなんですけど、例えばスペシャルモデルとかだとこれねスタンダードモデルのワイルドブレイカー、これちょっとね古いモデルなんで字面がねこの筆記体っぽいような字面なんですけど、新しい年式になってくるとワイルドブレイカーっていう字がこういうねロゴに変わってます。これはちょっとね新しいモデル、最近のやつはこんなんなってるんですけど、例えばこれは、ね、ちょっとスピニングとベイトで違うんですけど、分かりやすく言うと同じワイルドブレイカーの109っていうロットなんだけど、今回はこれで出ますみたいな。で次生産モデルではこんな感じで出しますみたいな、青の、ここに、コルクグリップで出しますみたいなのが出たりします。でこのコルクグリップのタイプが1回出たら、次はもう同じやつは出ません。次のモデルはまたここの、例えばカラーリングが変わって赤色になってとかね、そんな感じで変わってきます。なのでこれは MC ワークスが多分決めてるそのカラーの順番みたいなのがあるのかな。私がなんでここ数年で買ったロットはほとんどこのワインレッドなんです。買ったスペシャルロット全部ほとんどねワインレッドなんですよ。これでしょ、同じワインレッドじゃないですか。これそれぞれ違うロットなんですよ。これレイジングブルーで、これがストレンジブルーで、これがブラック&クロームなんですけど、私が買ったモデルの時は全部このワインレッドのタイプでした。で、この次のモデルの、ブラック&クロームはまた違う色になってました。そんな感じで、その生産ロットによって、スペシャルモデルは色が変わってくるので、そのねカスタムモデルの唯一無二の世界に1本だけっていうわけではないけど、その生産モデルでしかこの色はないんで、それもねちょっと特別感あるじゃないですか。そんなのも、ちょっとね特徴的なところかなと思います。はい、そしたら、今度は各、MC ワークスの中でも、ジギングモデル、キャスティングモデルだ
とかあるんですけど、その中でショアキャスティングモデルっていうのが、ジャンルとして一つあります。でその中でも、全部でね4種類のグループに分かれます。もう一つ言うと、全部で5種類といえば5種類なんですけど、4種類の、グループ分けがあるので、それを軽くねお話ししておきます。で、柔らかい方というか、小さなルアーとか軽いルアーを使う方から順番にいきたいと思います。まずね、一番柔らかいのはこのねブラック&クロームっていう平鈴木専用モデルになります。はい、でこれが、これはね平鈴木専用モデルなんで、それ以上はないです。はい、で、ベイトもスピニングもあるんですけど、私はねもちろんベイトを使ってます。で、この4つのジャンルというかの中とはまた別で、トライデントっていうシリーズがあります。で、これはベイトの平鈴木専用モデルブラック&クロームのトライデント、はい、トライデントなんですけど、トライデントって何かっていうと、この3本継ぎのロッドになります。はい、でこれは、レイジングブルーのむっちゃ太いやつでも3本継ぎのやつもあります。これはね最近出た新しいシリーズっていうのがね、去年一昨年ぐらいから出たのかな確か。トライデントシリーズっていうのは要は3本継ぎの、ロッドシリーズ、これの中の柔らかいのからむっちゃ強いのまでシリーズとしてはあります。ですが、それはねその継ぎ数の問題なので、基本的には4つの種類になります。はい、で、その次に強くなるものっていうのが今度がねこのストレンジブルーってやつです。これはだいたい PE2 号から3号ぐらいが、メインになってる、ちょっとライトルアーとかライトラインを使った、ショアジギロッドの、分類になります。なんで、ちょっとね軽めのルアー使いたい、細めのラインを使ってやりたいっていうような方向けのロッド群になります。マックスでも4号ぐらいまでしかラインナップにはなかったと思います。はい、だいたい2号3号がメインになるぐらいの、ロッド群ですね。はい、他メーカーのショアジーロッドでいうところの M クラスぐらいをイメージすればいいでしょうかね。はい、で、その次に強い部類っていうのがこのワイルドブレイカーっていうシリーズです。でこのシリーズっていうのは普通にいわゆる磯で、10キロクラスの大型青物と言われるシリーズです。ぐらいですね。それぐらいを、取りに行こうというようなロッド群になるので、ヘビークラスエキストラヘビークラスに近いようなものも種類としてはあります。はい、なんでねこのロッドパワー的に言ったら、これとか2号ぐらいから使えるようなものもありますし、5号とか、6号クラスっていうのあったのかな、あるね。B6 号クラスぐらい、マックスウェイトが 120g とか、キャストマックス 150g とか、そんなのも、種類によってはあります。なので結構強いロッド、ちょっと柔らかめからかなり強いロッドまで、ラインナップにあります。メーカーの書いてるのを見るとあんまりホームページとかにはね書いてないんですけど、G ソメインで、日帰り調光で、だいたい10キロクラスぐらいを狙う人に向けてっていうのがイメージ分けですね。別にねこれを大きい磯で使っても全然問題ないんですけど、それは何が違うかっていうと、基本的には振り抜きがよくてちょっと軽めに作ってるのが、ワイルドブレイカーシリーズとされてます。はい、レイジングブルーっていうのはどっちかというと高耐久性に向けてる、魚をかけてから取るまでの方をちょっと重視したロッドの、設計思想で作ってるモデル
に、どちらかといえば分類されて、ワイルドブレイカーシリーズっていうのは、そこもあるんですけど、それにプラスちょっとこうブランクスを軽めに作ったり、振り抜きよく作って、投げてかけるまでをちょっとなるべくね楽にできるようにというか、そういうのをコンセプトにしたシリーズっていうのがワイルドブレイカーシリーズになります。なのでこの辺は好みによって使い分ける人もいらっしゃいますので、必ずしもね大きい磯だからレイジングブルーを使わないといけない、小磯だからワイルドブレイカーを使わなければっていうものではないです。ロットのコンセプト的にそういう分類分けがある程度されていますという感じです。はい、はい、で、最後が一番強いシリーズがこのレイジングブルシリーズになります。はい、レイジングブルシリーズも P45 ぐらいから使えるぐらいの、比較的ちょっとしなやかめなヘビークラスではあるけどちょっとミディアムヘビーに近いようなロットからもう本当にトリプル XH とか、そういういわゆるクラスですね、 P15 太陽みたいな、そういうクラスのロットまであります。はい、でマックスドラグは13キロとか15キロとかっていうのもあったのかな。レイジングブルで一番負荷に強いのが確かね、15キロとかマックスドラグ15キロとかっていうような差もあったりします。はい、めちゃくちゃなんで強いGT ロットクラスのもあれば、平正ロットのちょっと、振り抜きの良くてシャープ系のロットもあります。はい、そんな感じでねシリーズで結構分かれてます。はい、はい、という感じで結構ねシリーズ分けがされてるんですけれども、ブラック&クローム、ストレンジブルー、ワイルドブレイカーの私が所有しているベイトロットに関しては今までね過去に紹介の動画を上げてますので、そちらを見ていただければちょっとね参考になるんじゃないかなと思っています。はい、で今回はレイジングブルシリーズを紹介したいと思います。はい、今回はねざっくりまとめた、大まかなことだけしかここでね口頭では言いません。ここから後の回で、実際に投げてみたり曲げてみたり一本一本のそれぞれの、特徴とか、そういったことに関してお話をしていこうかなと思っています。はい、なんでこの話したっけ。最初に話したかもしれませんけど、私にこのレイジングブルシリーズすごく好きで、レイジングブルっていうか MC ワークスのロット結構好きになったので、今現行で持ってる現行モデルのロットもあるんですが、少し前のモデルとか初期モデルってどんなんだったんだろうっていうのがすごく興味があって、ちょっとヤフオクとかメルカリとかそういうのを見て、過去のモデルがあったらちょっとそんなん手に入らないかなっていうので、ここ数年ちょっといろいろね探してみてて、ほとんどのモデルを揃えることができました。なのでちょっとね、このタイミングで前のモデルからどんな感じで変わっていって、今現行ってこういうモデルだよっていうのがねお話しできればななんて思っています。はい、で結構ね変わってきてるんですよ、ベイトロットに関しては。スピニングロットに関しては新しいモデルがどんどん増えていってるんですけど、昔からあるロットはずっと今も続いて、普通にね最新の発売にも同じロット、昔と同じロットというのかな、同じモデルがずっと出続けてます。超ロングセラーですね、いわゆる。微妙にちょっともしかしたらマイナーチェンジとかは繰り返されているのかもしれませんけど、基本的には同じ名前の同じロットが今もずっとね出続けてます。どれぐらい出続けてるかというと、カタログを見ると15年以上続いてますっていうのが書いてあるんですよ。続いてるモデルがこのレイジングブル100の XR1っていうモデルなんですけど、ちなみにこのね100っていうのがレングスの長さです。なんで100って言ったら 10.0 フィートです。はい、でこの XR っていうのがロットの調子、レギュラーテーパーとかファストテーパーとかあるんですけど、XR っていうのが基本的にはまたレギュラーテーパー、オーソドックスなテーパーセッティングになってます。で、この XF シリーズ、この XF って書いてあるやつ見えるかな、ピントが合わない、はい、XF っていうのが、比較的ファストテーパー気味、先が柔らかいような、ロットのブランクス設計になっています。
なんでパッと見た時に、レイジングブルシリーズであれば、XR って入ってれば、レギュラーテーパー XF って入ってたらファストテーパー気味のロッドと思ってください。それ以外にもあるんですが、それ以外はそれぞれを見てください。ベイトロッドはそんなないんで、はい、あともう一丁あるか、ベイトロッドでもあるやつですね、はい、XR でも XF でもなく WX っていうのがあります。WX っていうのは、超高負荷対応の、超高負荷じゃないな、針がむちゃくちゃ強いバシーンってねなってるような一番最も針のあるモデルがレイジングブルの WX シリーズです。はい、これが一番、ロットとしては、パワー感は強い。パワー感が強いっていうのはおかしいかな。針があるというかな、っていうシリーズになります。はい、で、その15年前からっていう話なんですけど、私が持ってるカタログをもらい始めたのがここ3年間ぐらいなんですけど、この今年もらった2025年のカタログにもレイジングブルーの XR1 は15年前からって書いてあるんですけど、もっと古い2022年とか21年とかのカタログにもレイジングブルーの XR1 が15年前に発売し、それ今も続くロングセラーみやららくにゃららって書いてあるんで、多分15年以上前から出てます。はい、20年前までは行ってないのかもしれないですね。はい、っていう感じで、結構ねロングセラーの商品です。同じね、これがこの XR1 っていうモデルなんですけど、これがね、超ロングセラーであります。それがね15年以上ずっと続いてるモデルなんですけど、ベイトロッドの XR1 が出たのがおそらくこれちょっと私その当時のブログとか、そんなのでしかちょっとねわからないので正確ではないかもしれませんが、2012年なので今から13年ぐらい前かなに、初めてこのレイジングブルシリーズのベイトロッドっていうのが MC ワークスから、リリースされたと思われます、おそらく。はい、なんで、今から13年ぐらい前に初めてレイジングブルベイトっていうのが一般流通したわけですね。はい、なんでその当時のモデルとおそらく思われるものをなんとかね、入手できました。別にそんなに高くなかったですよ、昔のモデルなんでね。はい、で、こういうの最初はどんなんだったのかななんていうのがねやっぱり気になるんで、私はそういうのがすごく気になるタイプなんで、使ってみたいなっていうのでね、購入しました。はい、で、このレイジングブル XR1 から始まり、それのパワーアップ版 XR2100 の XR2 ですね。レイジングブルーの100の XR2 ってことは10フィートのレギュラーテーパーのこの XR2 っていうのが1に対して2の方が1ランクパワーが上がります。はい、なんで、こっちがマックスドラグ9キロかな。マックスドラグ9キロで、詳しい話はあんまりしないですけど 130g ぐらいまで投げれるロッドですよっていうのからワンランクねパワーアップしてドラグ大体 11kg ぐらいまで対応でマックス 150g ぐらいまで投げれますよっていうのがこの XR2 っていうモデルになります。はい、で、私勝手に呼んでますけどこれ第1世代のレイジングブルベイトロッドです。はい、でこれは、何が第1世代なのかというとこれ勝手に言ってるだけなんですけどその前に甘いかその当時からこの100の XR1、XR2 っていうのはスピニングモデルがね存在してたんですよ。でそれのいわゆるベイトカスタムモデルっていうのがこのね初期のベイトロッドかなって思ってます。はい、思ってますっていうか多分そうです。はい、なんでブランクス自身はスピニングベイト共通なのかな。で、ガイドだったりグリップだったりをカスタムしてMC ワックスが出してたモデルなんじゃないのかななんて思ってます。で、XR シリーズの共通点として XR1 は、この傾斜ガイド K ガイドタイプの傾斜ガイドのダブルフットガイドのチタンガイドが基本は全部搭載されています。でこれは、振り抜きの良さと
ブランクスセクションの軽さを重視してこういう設計になってます。でそれに対して XR2 パワーモデル、パワーアップモデルというかね、ちょっとブランク自身も肉厚になってパワーをより持たせてるモデルっていうのは、そのパワーを耐えるだけの剛性感だったりも必要になってきますので、あと太い糸を使うっていうところもあるのかもしれないですね。基本的にはこのいわゆるオーシャンガイドタイプですね。まっすぐ立っているタイプのダブルフットガイドが先端までずっと続いてます。はい、これがちょっとね XR1 と XR2 の、大きなそのガイドセッティングの違いっていうのがあります。なので手元重心に XR1 の方がやっぱりね先端が軽いのでチタンガイドなんで、軽く感じますし実際軽いっていうかな。でどっちかっていうと XR2 の方がなんでパワーあるんで、張り感はね XR2 の方がだいぶあるのでピンシャキでシャキーンとはしてるんですけど、ちょっとねやっぱり重さも前に乗ってくるっていうのがあるかなと思います。はい、これがざっくりとした XR1、XR2 の違いですね。で、この時代っていうのは私の記憶しているところで言うと、この2012年代とかっていうのが、私もねその当時からも昭和時期はしてたんですけど、当時コルトスナイパー使ってて、初期のコルトスナイパーが確かねこれぐらいの年代だったと思います。出たのが何年だったかまでは覚えてないですけど、で、その後コルトスナイパーのエクスチューンっていう結構この強パワーのヘビータイプエクストラヘビーとかの、ロットが出たんですよ。初代エクスチューンですねいわゆる。はい、あれもね私確か2種類ぐらい買ったはずなんですけど、当時はシマノのロットで結構揃えてたので、シマノのロット使ってたんで MC ワークスとかはね存在はなんとなくは知ってたけどあんまり興味もなかったので使わなかったんですけど、なんでコルトスナイパーのエクスチューンが出る前なんで普通の初代のノーマルのコルトスナイパーだったりするような時代なので、当時ってあんまりね、プラッキングも多少はしてましたけど、やっぱりなんかこう世間は一般的にはやっぱり昭和ジグをメインで使っていくようななんかこの風潮というかはあったんかななんて思ってます。もちろんプラッキングをされてる方はいらっしゃったと思いますし、その当時のこの、当時は DVD ですよねとかでもプラッキングでやってるのは普通にあったんですけど、けどなんかこう私のイメージではやっぱり昭和時期全盛の時代なんかななんてちょっと思ってて、はい、でこのロットの感じ的にもやっぱりね昭和ジギこの XR2、XR1 とか XR2 っていうのは今でもそうなんですけど、プラグ専用っていうようなロットじゃなくてプラグもジグも使えるよ、特に今ジグのアクションとかにもすごくこう使いやすいよっていうタイプのロットのイメージもありますし、そういう設計のロットだと思います。はい、なんで十何年経ってモデルがいろいろ変わってもやっぱり当時からある、モデルで、今でも現行でスピニングが出てるようなモデルですし、そういうね、プラグだけじゃなくてジグとかにも操作の方をねこう結構積極的に使っていこうかななんて思うと、こういった時代のロットの方が逆に使いやすいというようなところも実際に使ってみるとありました。はい、詳しくはそれぞれのロットでやってみたいと思います。はい、で次に、時代は少し進みまして、私が勝手に言ってるレイジングブルベイトロットの第2世代っていうのがこの2本になります。ちょっとかレイジングブルの 109XR1 とレイジングブル107の XR2 ですね。この2つのモデルになります。でこれは109っていうのは 10.9 フィート、107は 10.7 フィートっていう感じでロットのレングスがぐっと伸びました。10.9 フィートってことは11フィート近いようなねかなりロングロットですよね。10.7 フィートもそうですけど、かなりロングロットになりました。で、これ一つは、ベイト専用ブランクス、このブランクスはベイト専用設計です。はい、ここに来て、スピニングと共通だったものからベイト専用設計っていうのにちょっと変わったよというので、ちょっと私の中では世代が一つ変わったかなって勝手に思ってます。はい、
でこれが出たのが2014年とか15年ぐらいだったと思うので、初代最初のモデルが出てから2年3年ぐらいかなしてから、変わったのかななんて思ってます。実際はごめんなさい、ちょっとよくわかんないですけど、そうだと思われます。はい、で、この辺になってきてこういうショアプラッキングで、使う時に要はこういうねレバードラグリールを使って、当時からもねこういうLD リールを使ってこういうロッドたちっていうのは使われてたんですけど、そしたらね要はフォアグリップを握ってルアー操作とかをするわけですよ。こういう感じで。なんでスピニングでいうとここで握ってたのが、こんな感じですね。こう握ってたのがベイトになると基本フォアグリップを握るんでやっぱりだいぶ前を握ると。そしたらこうロッドの有効長って短くなるじゃないですか。要は常にスピニングリールでいうフォアグリップを握って操作してる感じになるんでロッドがかなり短くなった感ありますよね。なんで、そういうところもあったのかななんてちょっと思ってるんですけど、なんでそのロッドの有効長スピニングリールのような感覚で例えば10点何フィートっていうような差は今でもねいっぱいあると思うんですけど、そういうロッドの感覚でベイトで持つと10フィートの竿は 9. 点何フィートぐらいの竿の感覚しか先端はないわけですよ。かなり短いわけなんですね。なんで、そういうこういわゆるプラッキングロッド用みたいな感じで 10.6 フィートとかってあると思うんですけど、ああいうロッドぐらいのこのレングス感を出そうと思うとやっぱりねもうちょっとロングロッドじゃないとそういうこう使用感にならないのかななんて思います。なんで、世間のそのショアジギングロッドっていうのからやっぱりこうプラッキングのロッドとかっていうのがやっぱりこう各社も出ましたし、実際そのねショアプラッキングする方っていうのも多分かなり増えたんじゃないのかなと思うんで、どっちが先かは知らないですよ。この MC ワークスが先駆けでやってたのかなんだろう世間のそういうのに合わせてこういうのを作ったのかは知らないですけど、そんな感じでやっぱりこのニーズにね合わせてやっぱりこのロッドも変わってきてるのかななんて思います。で、このね2つのロッドは、そういうプラッキングを意識してるっていうところも一つあると思うんですが、もう一つ大きな、変化としてその大型の魚とのファイトにおいて、ロングレングスを使った、ショックアブソーブとか、そういうそのいなすというかね力を受け止めるとかっていうような、機能を持たせるためにはロングロッドの方がより有効であるというようなところのコンセプトを持って作られているロッドと思われます多分。はい、なんで、そのショートロッドの軽快さもいいと思うんですけど、ロングロッドによるそのファイトの時のしやすさとかね、そういったところを重視しているのがこの第2世代のモデルなんじゃないのかなと思います。でこの第1世代第2世代、勝手に私が言ってますけどそれぐらいの年代にもう1本、106の WX のベイトモデルっていうのが存在してるんですが、それはですねかなり希少なロッドでして、私はねよう手に入れませんでした。なんかねヤフオクとかでも一時出回ってたりしてたんですけどべらぼうに高い買えないです。はい、古いロッドなのにそんな値段出して私よう買いませんということで、106の WX のベイトモデルはちょっとね所有してないんですけれども、その時代にこんなタイプよりもまださらにね強い P15 対応の超強靭なロッドっていうのが1本存在しました。ちょっとそれはね私は手に入れてないのでここではねコメントは、なしです。はい、で、現代に戻りまして、そのさっきのね 109XR1 とか 107XR2 っていうのは結構最近まで、カタログにも載ってましたし、実際この、私が、5年前ぐらいからやり始めましたけど、この109の XR1 は普通に店頭で普通に買いました。新品で。はい、なんで、普通にあったんですよ。で、そこからモデルチェンジをしたのは
確か3年ぐらい前のカタログにはこの今の現行モデルのこの XF シリーズのベイトモデルっていうのが出たんですけど、実際にこれが店頭に出始めたのは多分最近これ私買ったんですけど、多分去年の10月とかだったんかな。製品名が2024年かな、24年201410って書いてあるのかな、2410か、2410って書いてあるんで、多分24年10月モデルなんかなと思うんですけど、実際これ店頭で買ったのは今年の6月なんですよ、入荷してたのは。なんでまあそれぐらいにこう発表して実際にこう作って発売して店頭に並んだのは半年後とかなのかな。なんでちょっとそれのねタイムラグ的なものはわからないですけど、まあなんせ手に入れたの今年に入ってからです。はい、なんであんまりまだね賞味使えてないです。XR2 とか107の XR2 とかの方がよっぽど使ってます。はい、なんでこっちはねまだまだ使い込めてないんですけれども、まあ去年一昨年ぐらいにカタログに新しく掲載され始めて、で去年ぐらいから確かメーカーのホームページからも 109XR1、107の XR2 っていうのがカタログホームページからなくなって、今のこの104の XF2 と105の XF1 っていうのが、出てきてました。なんで完全にモデルチェンジですね。そして、こちらが3代目みたいな感じになると思います。はい。で同じく3代目で先ほどちょっとお話しした106の WX の後継機としてレイジングブルの 104WX っていうのが、発売されました。でこれも最近ほんまに最近手に入りました。でやっとね、大体のロットが集まったかなというので今回ねこういう動画を作っています。はい、で105の XF1 に関しては私はあんまり使う予定がないので購入してないです。XF2 でいいかなということで、はい、なんで今持ってるモデルはこれが全てです。はい、レイジングブルーに関しては、十分いっぱい持ってますよね。はい、竿は1本しかね手は2本しかないんで、そんないっぱいの竿を使えないんですけど、これは趣味なので、はい、過去のモデルもちょっと使ってみたいなということで、もう持ち手揃えてきてます。で、メインで使うのはやっぱ現行モデルが多いんですけれども、はい、でも使ってみていろんなね分かったこともありますので、はい、で、今でもその中古とかであれば、入手することもできなくはないと思いますので、興味があるロットがあればちょっとね探してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ざっくりと口頭での説明になるんですけど、レイジングブルの XF2 でこの XF シリーズは穂先がね少ししなやかになっているファストテーパーモデルなんですけど、XF2 ってなってるんですけど、前からの XR シリーズ XR2 とかねのシリーズに比べてワンランクパワーランクは落ちます。この XF シリーズの方が。なんで XF2 なんですけどマックスドラグは9キロぐらい、 B は6号まで対応してますけどマックスドラグは9キロぐらいまでで、ちょっとね耐荷重的にはねワンランク下がったような形になります。で、この104っていうレングスでだいたいフォアグリップ持って操作した時に、だいたいフィーリングはスピニングロッドの10フィートを触ってるのとよく似た感じなのかなと思います。これね2本今これスピニングの10フィート、こっち104のビートなんですけど、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、これねティップ揃えた時にティップを揃えて持った時にだいたいねこれ今先端ティップ揃えてあるんですけど、その時にフォアグリップのこの辺ね、ベイトだとこの辺よく握るところがちょっとスピニングの
リールフットのところなんですよ。ちょっと狭いところで申し訳ないですね。見にくいかもしれないですけど。なのでスピニングで要はねこのねリールフットのところにこう指持ってこうやって握って操作してるこの感覚と 10.4 フィートのベイトで、フォアグリップを握って、ハンドレベルワインドしながら持ってるこの感覚でちょうど同じぐらいなんですよ。なので、10.4 フィートとは書いてるんですけど、これでだいたい要はスピニングの10フィートの竿と同じ感覚です。はい、で長いようなロッドの感じですけど、10フィートの竿と思えば間違いないです。それぐらいの感覚です。なんでさっきの109とか107っていうのが、それよりももうちょい長くなるので、もうちょいこのロングロッドな感じですよね。はい、で104っていうのはだいたいベイトでいうところの10フィートの竿、スピニングでいうところの10フィートの竿を持ってこう操作してる時のあの感じのリングス感だと思ってください。はい、で、こういう感じの、ちょっとねレングスがなんで10フィート 10.4 フィートって短くなったモデルで、ちょっと先調子になってるんですけども、このロッドですね使って感動するぐらいトップウォータープラグの操作がえげつなくいいです。はい、これはねですね正直度肝抜かれました。はい、もうそれぐらいいいです。詳しくはこのロットを紹介するときにちょっとお話ししようと思いますが、このね XF2 に2なんですけど、傾斜ガイドのチタンガイドが全部入ってます。XF シリーズはこういうガイドセッティングになってます。これは要は穂先側の、ティップセクション等々も含めたねこのブランクスの、軽量化っていうのかな、振り抜きの良さとかを求めていくともうチタンガイドじゃないとっていうのがねあるみたいで、そういう設計になってます。で、ティップスが柔らかいロッドっていうのはファイトの時に必ず先端の曲がりの頂点がアングラーから離れる方向に行くのでファイトがしんどいロッドになりやすいんですけど、そこをしっかりまとめ上げてるのがさすが MC ワークスっていう感じのドットになってますんで、そこはね曲げチェックとかをするところでぜひね見てみていただきたいところかなと思っています。はい、これは操作感が抜群にいいですね。で操作感良くするところでこのグリップエンドのトリガーからの長さとかも前作モデルから変更が結構かかってたりもするので、その辺も、過去の一つ前のモデルとかと投げ比べる時にお話をねしたいかななんて思ってます。この辺も取り回しの良さとか、あと、長いロットは長いロットで、利点があったりするので、その辺、あとこのフォアグリップの長さが前のモデルから変わってるんですけども、その辺のあたりも一緒にねお話をまたしたいと思います。いろんなところがね変わっています。はい、で現行モデルもう一本が、レイジングブルシリーズ最強の WX ですね。これ M104WX なんでこれ前を持つので、だいたい10フィートのむっちゃ強い竿っていうイメージです。なんで前のモデルから2フィート1.2フィートかな、ちょっとだけね短くなってます。でむっちゃ強い竿なんですけど、レイジングブルーの XR2 とかが普通に使える方はやれます。はい、正直ちょっとごついですけどやれます。はい、もう到底扱うことは不可能だみたいな感じのロットではなかったです。使ってみたら結構軽いところから一応 100g から 200g 対応のロットになってますけど、いけますよ。はい、いけますぐらいですけど、はい、なんで、この辺もね本当に最近買ったばっかりの竿なのでまだまだね使い込めてないので、この辺もしっかりね使い込みながら、またねお話ししていければと思っています。で、これとこの104の、XF2 に関しては現行モデルなので、こっちはねちょっとカスタムモデルなのでなかなか購入は
タイミングによっては難しいかもしれませんけど XF2 に関しては普通にね、買うことはできますし、今でもインターネットとか見てたらお店に店舗在庫でありましたので、購入はね普通にできると思います。はい、興味がある方はねそんなのも調べてみていただければと思います。はい、で、せっかくね、この2本現行モデルなので、この2本、レイジンMC ワークスが好きな方はねこっちを選ばれたらいいと思うんですけど、そうじゃない方もいらっしゃいますし、その他のメーカーとちょっと比べてみたいなという方もいらっしゃると思いますので、私が、もう一つメーカー非常に好んで使ってる、リップルフィッシャーですね。リップルフィッシャーのランナーエクシードシリーズが2本ここにございます。で下が107の BH10.7 フィートの H ロットで、上がファイナルスタンドアップの、BXH101 の BXH ですね。なんで 10.1 フィートのエクストラヘビーモデル、これが P15 対応 MAX230g まで投げれるごつい竿です。はい、このごつい竿とあともっとしなやかで、H クラスの、比較的扱いやすい、60g ぐらいからだったっけ 50g から 130g 対応の、マックスドラグ 8kg ぐらいかなの、ロット107の BH っていうのがあるんですけど、この2本をちょうどね大体ねこう対応してるんじゃないかなと思うんですよ。この 101BXH っていう強靭なロットと104の WX っていうのがね両方とも P15 対応の、200g クラスまで投げられるロットの2本なので、この2本をあと、この104の XF240g から 140g まで投げれるっていうプラッキング専用ロットと、60g から 130g まで投げれる 107BH、 こっちもプラッキング専用ロットですね、はい、になりますので、このそれぞれの2本をちょっと比べながら両方ともね現行モデルなので、この現行モデルのロットたちで、どういうちょっとメーカーによる違いというかも特色とかがあったりするので、そんなんでこうロット選びの、参考になればと思いますので、その辺もねこの辺は比べながら、お伝えできればと思っています。はいはい、今回はそんな感じでちょっとざっくりとしたね、ロットの紹介をしてみましたが、次回からねどんな感じでちょっとやるかちょっとまだ考えかねてます決めかねてますが、芸感のねこうちょっと比較とか、投げた感じの感じとか、あとは自分の感想とかね、そんなのも、1本ずつとか、2本合わせてとか、ちょっとどんな感じするかはちょっとまだわからないですけれども、そんな感じでねご紹介していこうかなと思いますので、気になる方はまたね見てみてください。今回はご視聴ありがとうございます。さようなら。